こんにちは、みるみるです。コナン TCG 公式 X にて新カード情報が公開されています。レベル2工藤新一。工藤新一がレベル2キャラカードとして登場。絆工藤新一で能力を発動する2段と4段の毛利蘭が存在していますね。また絆でなくても工藤新一をサポートするカードは多いですね。レベル8の工藤新一は青では必須カードですが、レベルが低めの工藤新一はいずれも癖が強く採用が難しいカードが多かったため、このレベル2の工藤新一は嬉しいところですね。続いてはレベル7綾小路文麿。自分の現場に警察キャラが3枚以上いる場合、このキャラは突撃を持つ。ひらめきスリープ。パートナー職指定を持たないもののレベル7で AP6000 という標準的なステータスを持つ綾小路文麿。自身も警察の特徴を持つため実質このキャラ以外の2体警察がいれば突撃を持つ上。レベル6白鳥と比較すると突撃を得る能力が登場時限定ではないため、後から警察が増えた場合でも対応できる地味に優秀な能力となっています。またひらめきスリープも嬉しいところ、カード全体からはかなり優秀な雰囲気がします。ただ現状の緑デッキでこの綾小路文麿の採用はやや厳しいため、カードイラストに描かれている黒田兵衛が属する黄色と混ぜて使うのが前提になりそうですね。ちなみに既存の黒田兵衛の全てのカードとこのカードは相性が悪いため、このカードは単体で見ると競争だけど扱うのは難しい印象が今はしますね。続いてレベル4真田和美。自分の現場にこのキャラ以外のマジシャンがいる場合、このキャラは AP 足す1000する。このキャラ自身が AP4000 であるため、自分現場にマジシャンがいれば AP5000 になるレベル4キャラ。マジシャンといえば黒羽統一ですが、この真田和美が初登場した追い詰められた名探偵連続に大殺人事件のエピソードにおいては、真田和美を含むマジシャン3人が容疑者として登場しており、残り2人の三好誠も持ち有事もカード化されそうな雰囲気がします。ちなみにこのエピソードは土井藤克樹が登場する記述愛好家殺人事件と少しつながりがあるのも要チェックですね。真田和美は後に怪盗キットに変装して登場するという恵まれた扱われ方をされているため、変装能力持ちで登場しても良さそうな雰囲気もしますね。ちなみに真田和美はマジシャンの腕としては怪盗キットこと黒羽怪盗に後陣を拝しており、そのシーンはすでにカード化済みだったりします。真田和美くんはコナン TCG の盤面において黒羽怪盗にリベンジできるんでしょうか。まずは SR レベル8工藤新一。絆毛利蘭。相手ターン中ターン1自分の現場の毛利蘭が相手の能力効果で選ばれた際に相手は手札を1枚リムーブしないとその相手の能力効果を無効にする。宣言ターン1スリープ手札から毛利蘭を1枚公開する AP8000 以下のキャラを1枚まで選びデッキ下に移す。能力としては相手が毛利蘭を能力効果で選ぶ際に手札コストを追加させる能力、さらにスリープしつつ手札の毛利蘭を1枚公開することでキャラを除去できる能力。ファイル8からこの工藤新一を登場させた後スリープ能力でレベル7毛利蘭を公開しつつ、ネクストヒントでそのレベル7毛利蘭を登場させるのはなかなか強力な動きになりそうですね。イラストがつながる SR レベル8毛利蘭とも相性は良く、能力を使用するとスリープしてしまう工藤新一への相手のアクションをレベル8毛利蘭が牽制できるのは優秀ですね。続いてレベル6遠山和和。このキャラか服部英二が登場した時に相手の現場のキャラ1体の元の能力をターン中無効にする能力。相手ターン中現場リムーブ時1ドロー。解決編スリープ手札1枚リムーブで自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の服部英二を登場させる能力。3つも能力があるんですがモリモリですね。まずは相手のキャラの能力を無効化させる能力。現場リムーブ時能力まで無効にできるか現在は最低不明ですが、本動画ではできる想定で続けますね。同パックに収録される服部英二が遠山和和が現場に登場した時にキャラをリムーブできるため、遠山和和の能力無効能力で現場リムーブ時能力を無効にして同パックに収録の SR 服部英二の能力でキャラをリムーブすれば、相手の現場リムーブ時能力を無効にしつつ除去ができますね。なおこの遠山和和の無効能力なぜかターン1の指定がないため服部英二を出すたびに使えます。3つ目の能力であるレベル5以下の服部英二をリムーブから登場させる能力はプロモレベル5ミニ打ち英二を強く意識している感じがしますね。レベル5以下の平次は癖が強いカードが多いのでデッキ構築の腕の見せ所ですね。東京探偵マスターズにて服部英二とこのカードのパラレルイラストが公開されました。このシーンは謎解きは喫茶コアロでのエピソードで平次とカズワが見るはずだったイルミネーションのワンシーン。平次はに立ち寄ってしまったがために殺人事件に巻き込まれて足止めを食らい見ることは叶いませんでしたが、そんなもしもイルミネーションを見れていたならばを思わせるパラレルイラストとなっています。
続いてレベル7中森青子。宣言スリープ黒バカイトにターン終了時まで突撃 AP 足す1000を与える能力。キャラになったと白になった一段 SR 数は塗表されるカード。黒バカイトのカードはいずれもアクションをトリガーに能力が発動するので突撃付与できるのは嬉しいところ。レベル8黒バカイトはアクション後にデッキ上4枚を確認して怪盗キットを登場させるか手札に加えるかの能力がありますが、中森青子や黒バカイトを採用してしまうとどうしても怪盗キットを減らさざるを得ないためバランスが重要そう。どっちかというとレベル5黒バカイトと組み合わせると強いんじゃないかなと思っています。続いてレベル7めぐれ十三。自分ターン終了時に黄色警察と緑警察を1枚ずつアクティブにできる能力。一段 R フルやレイが操作によって条件を満たした際にレベル6以下のキャラをアクティブにできる能力を持っていましたが、レベル 7AP7000 とレベル7ではトップクラスの AP を持ちつつ無条件にキャラ2体をアクティブにできる非常に強力な能力を持っていますね。黄色警察1枚だけアクティブにするだけでも強力なのですが、テキスト的に黄緑警察デッキを組めと言わんばかりに緑警察も大幅に強化されます。まずはレベル2の大滝藩。レベル2としては標準的なカットイン AP 足す2000ですが警察の特徴持ち。続いてレベル5遠山任四郎。ファイル7自分ターン登場時、このキャラをリムーブした場合レベル7以下のキャラをリムーブできる能力と、宣言ターン1スリープ自分のデッキ上1枚を公開して特徴警察ならば手札に加えます。ファイル7以上である必要がありますが、イベントカードのようにレベル7以下除去ができる能力と、スリープすることでデッキ上が警察ならば手札に加える能力。先行3ターン目に登場された黒馬統一に対して後攻3ターン目に登場させれば返し札になるのは優秀ですね。緑も含めた警察キャラに注目ですね。続いてレベル6毛利小五郎。宣言ターン1現場にいる江戸川コナン1枚をデッキ下に移すことで LP タス2になります。江戸川コナンは毛利小五郎にさりげなくヒントを出すシーンを再現したかのような能力。LP タス2はなかなか破格の上昇地であり、麻酔銃コナンと組み合わせると推理で4証拠、ゴロも絡むと5証拠取れる可能性もあるので推理ワンショットデッキを構築してもいいかも。探偵なら証拠の奪い合いじゃなくて推理で解決したいところですね。レベル5メアリー。赤池キャラのコンタクト中に AP 足す2000のカットインと1ドローひらめきを持っています。2段さざ波メアリーの能力の対象になるメアリーですね。カットインやひらめきでリムーブに送りつつさざ波メアリーの能力で登場させようというデザインですかね。正直なところ全体的に使いにくい印象を受けますが、今後のカードに期待ですね。レベル3宮本由美。ミスリードを持ちつつ登場時自分のデッキの一番上を確認してそれをデッキの下に移すことができる能力を持っています。レベル3ではおなじみとなったミスリード持ちと自分のデッキトップを操作できますね。続いてはレベル5オッカ。パートナー黒。自分ターン1自分の能力や効果で相手の現場のキャラをリムーブした時カードを2枚引き手札を1枚リムーブする。相手のキャラを能力や効果でリムーブできるとカットインオッカのようなことができる能力。先行3ターン目や後攻2ターン目で登場させてその後に登場させるキャラの能力や除去イベントで手札交換を狙っていきたいところ。ちなみにマティーニといえば SRP の陣のイラストですが、全体除去の陣とは相性が悪く手札交換能力を発動する前にリムーブされてしまうのは注意ですね。久々のカード化。レベル3本能エイスケ。相手ターン中現場リムーブ時レベル4以下のキャラを1枚まで選びスリープさせます。カード1つリムーブされて相手のレベル4以下のキャラをスリープさせるのを狙いたいところですね。現状青は毛利探偵事務所や少年探偵団デッキが主流であり、いずれにも属さない本堂エイスケの採用は厳しいですね。レベル3アマンダ・ヒューズ。テキストが長い。相手ターン1自分の現場にいるスリープ状態であるこのキャラ以外の赤のキャラがリムーブされた時自分のデッキの上1枚を公開してそのカードがリムーブされたキャラの特徴を含むものなら手札に加えます。だいぶ手札に加えるまでの条件が厳しいですね。そもそもサーチ能力を持つスリープ状態のこのキャラを相手が狙わない理由が少なく、そもそもこのカード自身が特徴を含まないためこのカードの能力での外れが確定してしまうため採用されるのはかなり厳しいかなと。レベル6鈴木史郎。宣言ターン1自分の現場に鈴木財閥が3枚以上いる場合カードを1枚引く。その子のパパ。ドローとサーチで異なりますがレベル6で白なら中森銀蔵という無条件で変装サーチができるキャラがいるため現段階ではレベル6中森銀蔵で良い気がしますが、鈴木財閥キャラの今後に期待ですね。毎ターンドローできますし、綾小路文丸の友達レベル2マロちゃん。カットイン AP 達成。綾小路文丸にカットインした場合1ドロー。
らめきリムーブエリアの綾小路文丸を1枚手札に加える。綾小路文丸を熱くサポートするシマリスのマロちゃん。真理の絆で新しい綾小路文丸が登場しますが、果たしてマロちゃんともども使われるのでしょうかね。レベル5小林先生。相手ターン中現場リムーブ時、自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の白鳥人三郎を1枚までスリープ状態で登場させられます。リムーブされると恋人の白鳥人三郎をリムーブエリアから登場させる能力を持っていますね。白鳥人三郎はいずれもいぶし銀な能力を持っていて、黄色においては採用率は低くはないのですが、小林先生自体が青色のカードで青木月季が前提となる能力ですね。レベル6京極誠。絆鈴木その子。自分ターン中相手はカットインを使用できない。相手のキャラの変装時は発動しない。鈴木その子がいるとコンタクト中に相手の行動を強く制約する能力を持っています。なお変装時の能力の発動を止めることができますが、変装それ自体は止めることができないのは注意ですね。続いてレベル5鈴木その子。相手ターン中ターン1自分の現場の京極誠がコンタクトした時、手札の鈴木その子を1枚リムーブすると、京極誠はコンタクトによってリムーブされない能力を持っています。手札の鈴木その子をコストとすることで京極誠をコンタクトでのリムーブを守る能力。現場にこの鈴木その子がいて、さらに手札の鈴木その子を要求するのは、原作において怪盗キットに変装した鈴木その子がいたために鈴木その子が2人いたことを表しているのでしょうか。京極誠は AP がかなり高めの設定をされているので、コンタクトでリムーブされるシーンはかなり珍しいかなと思います。レベル3ジョディスターリング。レベル3のカットイン AP+2000 のキャラカード。次の赤プロモカードのベースのカードになると話題になっていますが、どうなんでしょうかね。レベル4水名シレナ。現場のこのキャラは本堂秀美としても扱います。相手ターン中現場リムーブ時レベル5以下のキャラを1枚まで選びスイープさせます。コナン TCG では初の別のカード名としても扱う能力持ち。このことを活用するカードが登場するのでしょうか。また現場リムーブ時の能力は相手をレベル5以下のキャラをスイープさせるというもの。この能力は一段 R の浮安原の方が証拠を1つ与える必要はありますが、同じ範囲の相手キャラをリムーブできるため、まだ浮安原の方に分配が上がりそうです。なので注目すべきはカード名に関する特殊な能力です。レベル6ジェームス・ブラック。解決編登場時レベル4以下のキャラを1枚までリムーブする。なんと登場させるだけでレベル4以下のキャラをリムーブできる強力な能力。カードテキストは短いほど強いという不分率を体現するようなカードですね。同じパックに収録されるレベル8赤井秀一とは極めて相性が良く、登場時赤井秀一の能力で登場させることができ、さらに赤井秀一の能力により相手の現場キャラのレベルが全て1減っているため、レベル5以下のキャラまで除去ができます。このジェームス・ブラックが前のターンに登場して名乗り状態が解消されている場合は、赤井秀一の3つ目の能力で疑似ブレッド化して事件アクションなどをすると良いと思います。また高校プレイヤーの強力なレベル6キャラメタとして採用が見られた一段レベル7ジョディとも相性は良く、レベル範囲に差はありますが2体キャラリムーブができます。ゲーム中序盤から終盤まで活躍できそうですね。レベル5千葉和信。自分の現場のキャラがガードした時、ガードしたキャラが AP+1000 相手のアクション指定キャラがミーケナエコだった場合にガードした場合は、ガードしたキャラが AP+3000 になります。ミーケナエコを守ってくれる人を手厚くサポートする能力。昨今チャレンジ戦で採用が増えたアクション受け時にカットイン AP+3000 になるイベントがありますが、こちらはカットインをせずとも AP+3000 なので、カットインも行うと AP+5000 になります。ちなみに西と東のコンタクトでレベル4ミーケナエコがカード化済みですが、こちらの能力は実質的に自分のアクション時のカットインしか使えないためシナジーは特段ありませんね。さてそんなミーケナエコはレベル 2AP+2000 のキャラとして登場予定。高校1ターン目でミーケナエコを登場させ、高校2ターン目で千葉和信を登場させられると盤石な布陣になりそうですね。レベル4キャンティ。このキャラ以外のキャラがコンタクトした時、このキャラをスリープさせるとコンタクト中のキャラを AP+2000 します。現場にいるとカットインのように手助けしてくれるキャラ。使いどころはやや難しそうですね。レベル2バーボン。待望の黒3種類目のレベル2キャラが登場。しかもバーボンというのが嬉しいですね。レベル3アイちゃん。宣言リムーブエリアに送ることでリムーブエリアの青のイベントを1枚手札に加えます。青のイベントを手札に加えられる能力であり、狙い目としてはプロモレベル7その子で登場させたり、少年探偵団の活躍やスケートボードでスリープ状態になったこのカードの能力を使用するのがお得ですね。6黒馬統一に近い動かし方が理想なの
ではないでしょうか。レベル4江戸川コナン。登場時カードを2枚引き手札を2枚リムーブ。宣言ターン1。このキャラ以外の毛利探偵事務所のキャラを1枚までターン終了時まで AP 足す1000させます。さすが工藤優作の息子というべき登場時手札2枚入れ替え能力を持っています。少年探偵団軸にしても親鸞軸にしても早い段階でリムーブエリアを肥やせるのは実に優秀ですね。また能力に色指定がなくドローという手札交換のためレベル4愛ちゃんのような手札に加えられるカードに色指定がなく青多色事件だとレベル4愛ちゃんよりも優先して採用できますね。さらにこのキャラ以外の毛利探偵事務所のキャラの AP を強化できるので七毛利蘭をはじめとしたキャラの AP の底上げをできます。七毛利蘭は元の AP が6000であるためレベル8キャラの標準的な AP7000 にアクションするときは名乗り状態が解消されていても念のために手札を1枚捨てていたので素直に嬉しいところですね。またこのカードは江戸川コナンというこの TCG で最も恩恵を受けるキャラクターでありレベル6愛ちゃんの能力で登場させれば手札交換の手前のタイミングで1ドローできます。レベル4愛ちゃんを抜いて大いに採用する価値のある強力なカードですね。その引き換えにひらめき1ドローが失われていますが個人的には問題ないかなと思います。レベル4ながら恵まれたステータス能力もしやただの小学生ではありませんね。続いて真偽のパートナーには再録カードが多数収録されます。まずはプロモカード第1弾として配布された7イベント。癖のあるデッキに大量に使うので意外と足りなかったりするので嬉しいところですね。カードビジュアルもその色を代表するキャラが大写しになっているのでコレクターにも嬉しいところ。さらに黒を除くとスタートデッキにしか収録されなかった1イベントが再録。しかも R というギア加工がされます。特に青の小さくなった名探偵はカードイラストがフルアートになっているのは見逃せません。名探偵コナンという物語の歯車が回り出した工藤新一が子供になってしまった重要なシーンなので嬉しいですね。さらに新商品情報が東京探偵マスターズ会場で公開され4月にテーマデッキ青の古城探索事件死亡の館赤い壁のに発売されます。情報としてこのテーマデッキの事件カードには新たな能力が加わっているようです。死亡の館赤い壁はあの諸伏高明が初登場し長野県警組が活躍した事件ですね。おそらく今年公開予定の劇場版名探偵コナンの赤眼のフラッシュバックとのタイアップでの商品であり個人的な予想としては青木の事件になるかと思いますが新たな能力を持った事件カード気になりますね。ちなみにレベル2期キャラでは現在最も恵まれたキャラである諸伏高明のカードこのカードが個人的にこのテーマデッキで再録されそうな雰囲気がしますね。そして青の古城探索事件今まで青の事件カードは多数あれど少年探偵団にスポットライトが当たった事件はなかったため少年探偵団ファンとしては嬉しいところですね。この事件カードは少年探偵団に関わる能力を持つのでしょうか。エピソードとしては今まで少年探偵団に対してつっけんどんな態度をとっていた荏原愛が事件の冒頭に江戸川コナンの犯人によって監禁されたため不本意ながらも少年探偵団を率いて徐々に心開くというエピソードになっていますね。少年探偵団は結成少年探偵団やレベル8愛ちゃんなどすでに爆発力のあるカードはあるので評価の仕方によっては少年探偵団がとんでもないテーマになるかもしれませんね。そしてコナン TCG1 周年にあたる5月に拡張パック5弾が発売されることが公開されました。合わせて春に大型企画も行われるようなので期待大ですね。先日の探偵マスターズも運営に関しては100点に近かったと思うので期待ですね。レベル3河本氷河大人気アイドルのなにわキッズのメンバーの一人で数は無ファン相手ターン中現場リムーブして札からレベル4以下の服部英二を1枚までスリープ状態で登場させます。この能力で登場させたいのは現状スタートデッキに収録されていたレベル4服部英二でしょうか。能力としては河本氷河と思ってたキツネ面の男を縛いたら平次が出てきたみたいな感じですかね。ならこのカードは服部英二なのでは。続いてレベル4服部静香登場時自分のデッキのカードを上から2枚見て特徴警察のキャラを1枚まで手札に加える能力汎用的に採用されるレベル4サーチの大岡も未知と比べるとサーチ範囲が2枚と狭いものの特徴警察であるならば色問わず手札が増える形で加えられる部分は優秀ですね。ちなみに木崎絵里工藤由紀子そしてヘルエンジェルに次ぐレベル4の母親カードはいずれも似たようなサーチ性能をしていますね。レベル8服部平蔵宣言ターン1現場のレベル7以上の服部英二かこのキャラ以外の警察のキャラ1枚をデッキ下に戻すことで能力が発動 AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブし
自分のリムーブエリアのレベル5以下の警察を1枚スリープ状態で登場させます。高レベルのキャラをコストとする必要がありますが、相手キャラのリムーブとキャラの登場を行える非常に優秀なキャラクター。能力的に当然といえば当然なのですが、宣言ターン1であり毎ターン能力の使用が可能。この能力によって登場させたいキャラの筆頭は同パックに収録される予定の遠山銀四郎。遠山銀四郎は登場時リムーブすることでレベル7以下のキャラを1枚リムーブできます。ファイル7以上という制約がありますが、レベル8キャラである服部平蔵が登場できている時点で問題はありませんね。また無難にレベル4やレベル5の佐藤美和子を登場させて手札を強化したりするのも良さげですね。レベル2怪盗キット。怪盗キットのレベル2キャラカードが登場。特徴回答を持つためトランプ銃のセット先の一つになりますし、同パックに収録予定の黒破壊人の能力で手札に加えられるのも嬉しいところ。怪盗キットのからくり箱における印象的なシーンのイラストにファンは歓喜していましたね。レベル5ワトソン。白馬サグルのペットもカード化。ターン1自分の現場の白馬サグルが推理かアクションした時カードを1枚引く。あらゆる白馬サグルをスタートデッキに収録されたレベル6白馬サグルのようにすることができます。レベル2赤い周一。怪盗キットに続いて色代表レベル2キャラとして赤い周一が登場。ワンショット赤タンで採用されるレベル5キアスバルの能力が使いやすくなり、アンドレ・キャメルに続く特徴 FBI 持ちなので採用率はかなり高くなりそうですね。レベル6赤いつとむ。解決編突撃事件。強カードひしめき青赤のレベル6にしては解決編突撃事件とだいぶシンプルな能力。同じくレベル6でオキアスバルか赤いかキャラがいると突撃オエルゼやマスミの採用率が現在はあまり高くないことを踏まえると採用は見送られそうですね。レベル4米原桜子。ターン1自分の千葉和信がアクションした時、自分のリムーブにアルミイケナエコを1枚まで手札に加える。なぜか千葉和信とミイケナエコのカップルをサポートする能力を持つ家政婦の桜子さん。ちなみに原作だとまだ女性警官のミイケナエコを千葉和信はあまり意識していません。レベル5松田陣平。解決編宣言ターン1コストデッキの上から3枚リムーブする。このコストによって警察キャラがリムーブされた場合、自分の現場のキャラを1枚まで選び、ターン終了時までこのキャラは相手の現場にいるアクティブキャラを指定してアクションできるを与える。ギャンブル性があるもののアクティブキャラに触れるようになる能力を持つ松田陣平。レベル5警察ということもあり、レベル8黒田兵衛の能力で登場させて AP7000 にして相手のアクティブのレベル8キャラをリムーブしていきたいですね。またレベル7高木渡る。パートナー既突撃。キャラ絆佐藤美和子。宣言ターン1現場にいるカード名佐藤美和子を1枚スリークさせて札を1枚リムーブする。このキャラをアクティブにする。レベル8佐藤美和子。レベル7高木渡る。レベル5松田陣平はコンボとなり、佐藤美和子の登場時能力で相手キャラを1枚リムーブし、絆能力で AP7000 となった高木渡るに松田陣平の能力が適用できれば、高木渡る自身の能力で2回アクションができるため、相手キャラを合計3体までリムーブする大立ち回りが可能。レベル6は茨合。解決編宣言スリープ手札から特徴少年探偵団のキャラを2枚までリムーブする。レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。レベル6にしては珍しいレベル7以下のキャラを除去できる能力を持っていますが、少年探偵団キャラを2枚手札からリムーブする必要があるのはかなり重たいコストですね。レベル5最後の切り札。パートナーを解決編以下から1つ選んで行う。キャラを2枚まで選びスリークさせて1ドロー。レベル6以下のキャラを1枚まで選びリムーブ。キャラを1枚まで選びターン終了時まで突撃を与える。最後の切り札というカードゲームにおいてそそられるカード名ですが、その名に恥じない豪快な効果を持っています。結成少年探偵団やレベル7モーリアンをはじめとしたキャラとコンタクトしたいキャラを活かせる1番目の効果。とりあえずの除去として使える2番目の効果。レベルは1つ上がってしまうもののレベル制約のないターボエンジン付きスケートボードのような3番目の効果。メインの用途としては1番目と3番目の効果を中心にする運用になるでしょうか。キャラをスリークさせる運用なら同じレベルのプロモモーリ小五郎が存在するため悩ましいところですね。レベル8スコッチ。パートナー黒宣言スリープ相手の現場にいるキャラ1枚につきデッキのカードを上から2枚リムーブする。 AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブする。相手の現場のキャラの数に応じて支払うコストが変動する変わったコストの能力。さすがに相手の現場に5体キャラがいるときは SR 陣で一掃して、1体2体いるときはこのスコッチで的確に相手キャラをリムーブしていきたいところ。また発動タイミングはターン中任意で行える宣言能力なので、
リムーブに反応する能力のキャラを出した後に能力を発動するため使い勝手は良さそうですね。レベル4後ろの女に一言残したらおもてな。このイベントはファイル5以下の場合に使用できる。パートナー緑解決編 AP7000 のキャラを1枚までと AP5000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。発動条件は厳しいものの最大2体のキャラをリムーブできる効果自体は強力。相手がキャラを一気に並べてきた時はこのカードでまくりたいところですね。アシスト込みのファイル5となしのファイル5で発動した場合次のターンのスタートのファイル数が変わってくるので採用するときはここら辺のプレイングに気をつけたいところですね。レベル6用名探偵。パートナー白解決編レベルの合計が10以下になるようにキャラ2枚まで選びスタンさせる。最大2体までキャラをスタンさせることができる強力なイベント。先行4ターン目にスタンキットを登場させてネクストヒントでこのカードを使用すると合計3体相手のキャラをスタンできるのはかなり強力ですね。レベル6白が探る。自分の現場に探偵キャラが5枚以上いる場合 LP 足す1。宣言ターン1操作にレベル5以上のカードが発見された場合レベル7以下の探偵キャラを1枚まで選び突撃を与える。自分の現場が探偵で埋まっていると LP 2になります。また操作に成功すると他の探偵に突撃を与えられます。突撃を与えるならば毛利小五郎が良いでしょうか。同パックに収録されているワトソンとは両方の能力はあまり相性は良くないですね。ちなみに RP イラストが公開されこちらは黄昏の間での事件をイメージしたイラストとなっています。レベル4アンドレキャメル。事件編登場時手札から特徴 FBI のキャラを1枚リムーブすると2ドロー。解決編 LP 足す1。三段犯人を思わす事件編と解決編で能力が大きく変わるアンドレキャメル。赤はこれでレベル4キャラに他の色にも存在するデッキ上4枚サーチのジョディ。相手に証拠を与えるものの1ドローの赤いツトム。そしてリムーブに FBI キャラを送りつつ手札交換のキャメルというなかなかデッキ構築が悩ましい状態になっていますね。 C は黒ずくめの謀略エピソードの海猿島で黒ずくめの組織から逃れるため潜伏するスリリングな光景のイラスト。 CP は海猿島での一件の後工藤邸で素性を隠すために角刈りにされたコミカルな光景になっています。レベル7をキヤスバル。パートナー赤登場時このキャラをスリークさせ手札から FBI キャラを1枚リムーブした場合レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。沖安原赤い週1ファンをざわつかせたかっこいいイラストの1枚。能力はレベル7で手札の FBI キャラをコストにしつつこのキャラをスリークさせることでレベル7キャラを除去できます。レベル7の赤の除去能力といえばジョディスターリングがいるのですがあちらと比べると手札は減るもののこのキャラ1枚でキャラ除去ができ AP6000 というのはメリットでしょうか。レベル6白鳥任三郎。このキャラがスリープ状態の場合相手は自分の現場にいるレベル5以下の青と黄のキャラを指定してアクションできない。宣言スリープキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す2000する。まずは黄色と青の低レベルキャラを相手のアクションから守れる能力。能力だけ見れば一段レベル5もリコゴロウノのような能力を持っていますね。デザインとして柱とリニンザブローが相手のキャラのアクションを受けてリムーブされてその後のアクションをドッパックに収録されている小林先生がリムーブされて再び現場に白鳥任三郎が登場するという感じでしょうか。スリープ状態で能力が有効になる黄色のキャラは前の段から多くいましたが宣言スリープ能力で自力で登場したターンにスリープになれるのは優秀ですね。レベル6人パートナー黒ターン1自分の能力や効果によって相手の現場にいるキャラをリムーブした場合このキャラは突撃を得ます。能力的にこのキャラが登場した後に能力や効果によって相手の現場のキャラをリムーブしなければいけないためテーマデッキレベル8陣やラムのような登場時に発動する能力は相性が悪いためレベル8スコッチやカットイン陣レベル4陣のような任意に近いタイミングの除去と組み合わせる必要があるためややトリッキーな印象が拭えませんね。CP のイラストが公開され海猿島でアンドレキャメルを追う陣の姿となっています。ちなみに海猿島のエピソードはよくネタにされるフセロのシーンがあります。レベル5真実を覆い隠すキリ前の段で角色で登場したカットインイベントが登場。探偵マスターズで上位の方が採用しており注目され最近ではチャレンジ戦でも採用が多く見られるようになったカットインイベント。探偵マスターズでプロにおいて優秀な成績を取られた方がどうしても採用したいけど当時黒のカットインイベントがないため茶色のカットインイベントを採用しているケースもありましたね。カットインを含む黒のカードであるためラムで手札に加えられるため他の色とは立ち位置が異なるためこれからの活躍に期待ですね。レベル7諦めるなよ秀美。パ
パートナー赤自分のデッキのカードを上から3枚見る。そのうち1枚を手札に加えて残りをリムーブエリアに移す。リムーブエリアに移したカードのレベルの合計以下のレベルのキャラを1枚までリムーブする。サーチと除去を1枚で行えるカードといえば聞こえはいいもののレベル7で行うにはギャンブル性があまりにも高く、めくれたカードによっては有効札のサーチも狙ったキャラの除去も行えない場合もありそうですね。とはいえ手札に加えられるカードは色や種類を問わないので多色のファンデッキに投入しても良いかもしれませんね。コナン君のような100点の切り札に入ると良いですね。レベル4消えろ。ファイル5以下の時に発動できる。パートナー赤解決編レベル8以上のキャラを1枚まで選びリムーブする。手札からレベル4以下のキャラを1枚まで登場させる。カード名がストレートスキル1枚。厳しい発動条件はあるもののレベル4でレベル8以上を除去とキャラの登場ができるカード。証拠を取り切ってキャラをなべて逃げ切る時に使いたい1枚。注意したいのは除去する対象がレベル8以上なのでレベル7以下のキャラには適用できないのと、4段 SR 赤い周一が現場にいてしまうと実質的にレベル9以上のキャラがいなければ除去ができないことには注意ですね。登場させたいレベル4はプロモパック第5弾から現れるレベル4オキアスバルですかね。レベル4オキアスバルを登場させることができれば除去、展開、フレット付与という美味しい状況になりますね。レベル5羽田周吉。パートナー赤登場時自分の手札が7枚になるまでドローし、引いた枚数と同じ数のカードをシャッフルしてデッキ下に移す。宣言ターン1カード名を1つ指定してデッキ上2枚を見て指定したカード名のカードを1枚まで手札に加えます。まずは手札をダイナミックに入れ替えることができる登場時能力と、デッキ上を予想して的中すれば手札に加えられる能力を毎ターン発動できます。後方2ターン目で登場させることができれば特に強力で、手札交換を行った後宣言能力でとりあえず赤い周一もしくはオキアスバルを宣言してワンショットパーツを拾っていけば圧倒的な速度でワンショットを決めることができるでしょう。なおキャラカードとしての赤い周一とイベントカード赤い周一は完全にカード名が異なるカードとして扱われるため、ここら辺のカード名宣言は一体はないのトラブルにならないようキャラカードの赤い周一のような分かりやすい宣言を行うようにしましょう。レベル8バカな作戦。パートナー機解決編手札を2枚リムーブしてもよい。そうした場合自分のリムーブエリアにあるレベル8以下の警察キャラをレベルの合計が10以下になるように2枚まで選び1枚を登場、もう1枚をスリーク登場させる。真理のパートナーの黄色の解決編イベントはレベル8。手札を2枚捨てる実質的なコストはありますか？レベル8キャラを含めつつ2体キャラを並べられるのは強力ですね。レベル8を登場させるともう1体がレベル2に限定されますか？レベル5ながらもレベル7以下のキャラ除去が行える遠山銀賞を登場させれば相方をレベル5以下までにできるので、レベル5の佐藤美和子や綾野浩二文丸の能力でがっつり減った手札を補いたいところですね。レベル6は勝ってくれますよね。自分のアクティブの警察を1枚スタンさせることでキャラを1枚までリムーブし1ドロー。自分のキャラをスタン状態にする必要がある代わりに手札が減らない除去イベント。今回の段で警察はかなり強力なカードが増えてしまったため5除去イベントすら3積み採用が検討される中、このイベントカードが採用する枠はないんじゃないかなと思います。レベル7ベルモット。パートナー黒自分ターン中ターン1自分の能力や効果によって相手の現場のキャラがリムーブした時このキャラをスリークさせることでレベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。黒ではおなじみになりつつあるリムーブに反応して発動する能力を持つベルモット。後方2ターン目までに何らかの方法でネクストヒントを使わない能力や効果の除去が行える下準備ができていて、後方3ターン目で登場させることができれば非常に強力そうですね。レベル4キャラはサーチ能力カードをとりあえず導入するというのが基本の構築ではありましたが、黒においてはレベル4陣の方が構築によっては活躍しそうな雰囲気がしますね。今までのベルモットのカードイラストは余裕に満ち溢れた表情のものが多かったですが、このカードの表情からは焦りのような表情が見えますね。これはコナンのお話の中でもジョディ先生やベルモット周りの謎が解き明かされ大きく話が動いた黒の組織と真っ向勝負満月の夜の二元ミステリーのクライマックスのシーンにて、コナンとベルモットの社内での決死のやり取りのシーンですね。 RP のイラストも同時に公開されています。これはベルモットが覚悟を決めて社内に催眠ガスを充満させてコナンと同時に眠り先に目が覚めた方が勝ちという賭けをするシーンになっています。能力のスリークする必要があるのはここが再現なのでしょうか。能力やステータス、そしてエピソード的にも関わりが強い一段 SR ジョディ先生をモチーフにしたものなんでしょうか。
レベル8ライパートナー黒突撃キャラ。このキャラのコンタクト中にカットインを使用した時、自分のリムーブエリアにあるレベル3以下の黒キャラを1枚まで登場させる。カットインを使うとレベル3以下のキャラを登場させることができる AP8000 のレベル8キャラ。登場させたいキャラとしては無難なところではミスリードキールでしょうか。また同パックに収録されるレベル3コルンを登場させて AP 達成しても良いかもしれませんね。個人的には犯人を登場させてみるのも面白いと思います。ちなみにこの手の能力にしては自分ターン中もターン1もないので、相手のライへのアクションに対して真実を覆い隠すキリを発動すればライを守りつつキャラを登場させられるため、相性は極めて良いカードですね。また真偽のパートナーではプロモパック第2弾のカードが合わせて再録されます。今回の弾のカードとプロモパック第2弾のカードは相性が良いものが多いのですが、第1弾も再録される上に第2弾も再録されることは SNS 上では非難の声が多いですね。私もせめて次のパックに再録してほしいところでした。一段プロモパックと比べるとプレイヤー人口が増えたタイミングで配布されたプロモパックですので、プレイヤーとしては再録を待望されたカードというわけでもないかなと思います。どうしても再録しないと枠がうずまらないというならイラストの枠を大きくするとか、ページキットのテーマデッキに収録された一部カードのような色調違いなどせめてしてほしかったですね。レベル4横溝茂悟宣言デッキの下に移す。 LP0 の警察キャラを1枚まで選び、ターン終了時まで LP+1 するか、ターン終了時まで AP+2000 する。 LP0 の警察をサポートする能力。 LP0 の警察キャラは既存のカードでレベル5突撃キャラを除けば山村美沙とレベル6銀蔵としか存在しませんが、レベル5萩原戦速、パートナー機解決編迅速、レベル5キャラにしては珍しい迅速持ちのカード。 LP0 なので先ほどの横溝茂悟で LP を上げて推理にも使えというデザインですね。とはいえレベル 5AP5000LP0 であるため、ステータス自体はレベル5突撃と同じなので4枚目の突撃として採用を検討してみても良いかもしれませんね。イラストはマスカレード婚活パーティーの一幕。女性参加費無料なので飲食の人である萩原戦速はそれを目当てに参加していることから LP0 なんでしょうか。レベル6宮の明美、登場時デッキの上から公開し赤い周1、諸星台、台が出るまで1枚ずつ公開し、それを手札に加えます。登場するだけで赤い周1、諸星台、台のいずれかが手札に加わるカード。デザインとしては一段の宮の手法を強く意識しており、発動タイミングは異なりますがコナンは手札に加わります。ひらめきや AP、LP は同じとなっています。カード性能としては赤い周1が手札に加わるというのが厄介で、レベル2赤い周1を採用しているとこの赤い周1を手札に加わってしまう可能性があり、この宮の明美を採用するならレベル2赤い周1は採用しない方が良いかもしれませんね。レベル8諸星台、パートナー赤登場時レベル8以下のアクティブ状態のキャラを1枚まで選びリムーブする。初出はサンデー S で掲載され話題となったレベル8の諸星台。諸星台は赤い周1が過去にライとして黒の組織に潜入していた時の偽名ですね。ノーコストでレベル8以下のキャラをリムーブできるのはカードパワーの上昇を感じる1枚。強い手でメリットを上げるならば諸星台という名前であり特徴もないため、赤い周1サポートや FBI サポートカードの対象にならないのはデメリットですね。またスリープ状態のキャラをリムーブできないため、レベル8キャラがスリープ状態になることが多い。玉や赤ミラーだ特選を強いられそうな印象ですね。しかし一方でアクティブ状態であることの多い青や白には刺さりそうな1枚ですね。環境を読んで投入を検討したいところです。レベル6風見優也、登場時自分の現場に警察キャラが3枚以上いる場合スリープ状態のキャラを1枚まで選びスタンさせる。ひらめきフルや霊回収。警察はキャラの展開が得意なためレベル8キャラの後レベル7ヒロを登場させてその能力でこの風見を登場させれば難なく条件を満たしつつスリープ状態のキャラをスタンさせることができそうですね。またプロモダテ渡るの能力で登場させても面白そうな活躍ができそうですね。もやはレベル6警察は粒揃いになってしまったので中途半端にあれこれ入れるより軸を決めて採用したいです。レベル7フルやれ。パートナー機宣言ターン1スリープ。操作に風見優也がいる場合は操作4。発見されたカードのいずれかと同じレベルのキャラを1枚まで選びリムーブする。2段のフルやレを4段の水準でレベル7に調整したカード。あちらは操作でめくられたカードのレベルの合計を参照としていましたが、こちらはめくられたカードのうちの1枚と一致したレベルのキャラをリムーブできます。操作範囲を広げる風見優也はレベル2や突撃キャラで存在するため無理なく条件は達成できそうですね。キ
ャンブル性は否めないものの、うまくいった際にはレベル7キャラでレベル8キャラをリムーブでき、さらに相手のデッキのレベル8やレベル7キャラをデッキ下送りにできるのはかなりのアドバンテージを得られますね。さて、これで真偽のパートナーで収録されるキャラとイベントカードの全てを紹介し終えたのですが、まずは何といってもコンセプト通り赤と黄色の強化が著しいパックとなりましたね。また現環境ではやや使用率が少ない緑も警察キャラの強化に絡めて大幅な強化となりました。青、黒はこれらの前述のものと比べるとインパクトは劣るものの、青は診断軸の大幅な強化、黒は待望の3種類目のレベル2キャラや使い勝手のいいレベル8キャラの登場など順当に強化されましたね。一方で2段3段環境を制したと言っても過言ではない白の新カードはだいぶおとなしめという印象ですね。なんといっても変装が1枚も新規カードがなかったのは注目せざるを得ず、変装という能力の調整に苦心していることが伺い知れます。現環境で多用される7変装キット以外はあまり採用が見られませんからね。強い手7変装キットのに次いで使われる変装キャラは黒デッキにおいてのゴベルモッドでしょうか。ただし変装よりも登場時能力の方が重宝する印象ですね。またコナン TCG においてレギュラーパックにて初の再録が行われます。まずはまだプレイヤー人口が少ないタイミングで配布された7イベント、これは現環境ではやや使いづらい印象はありますがネタデッキでは大量に必要なので良い再録だと思います。また単色デッキにおいては必須カードと言ってもいい1イベントカードもカードデザインを変更しレアリティを格上げして再録されます。これも嬉しいところですね。ただしプロモパック2段の再録はあまり歓迎されていない印象ですね。さあ残る未公開カードは事件カード。コナン TCG に新たなシステムが加わる事件カードが登場した場合はご紹介しますのでお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。